ピカピカな外装のスーパーセブン。パッと見車に見えるけど、まだこの子動きません。おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生は、自分でオーバーホールしたエンジンをかけれるように作業をやっていきたいと思います。うまいことかかってくれればいいなーって気はするんですけど、正直不安です。OHV のエンジンも初めてだし、キャブレターも初めてだし、正直エンジンがかかるかどうかは半信半疑。あと10日で車検を取らないとイベントに間に合わなくなってしまうんで、とりあえず一発でかかってくれないと困るんですけど、できる限り頑張ってエンジンかけれるようにやっていきたいと思います。それでは作業スタートです。それじゃあまずはオイルとかクーラントとかガソリンとか入れなきゃいけないものたくさんあるので、この辺入れていきたいと思います。で、ついでにね、こんなのも買ってきました。ドレンプラグです。オイルパンのドレンプラグ。マグネット付きのやつ。鉄粉がエンジンの中に回らないように、こっちに変えてからオイル入れていきたいと思います。純正のプラグはマグネットも付いてないただのネジ。これをマグネット付きに交換。ドレンワッシャーはジムニーのやつがサイズ的にちょうどいい感じだったんで、ジムニーのやつ使っていきます。よし、エンジンオイル入れていきます。よいしょ。使うオイルは匠の鉱物油。オイルフィルターも新品に変えたからちょっと多めに。あ、ちょうど良さそう。とりあえずオイルは 3.4 リッター 3.3 リッターかな、そのぐらい入れておきました。多分フィルターにオイル回って多少減るからちょうどよくなるんじゃないかな。次クーラント入れていきます。うわー、マジか。5リッター全部飲み込んだ。追加で 500cc ぐらい。あー、これでぴったりぐらいか。5.5 リッターぐらい入りますね。この後エンジンかけたらもっと吸い込むんでしょ。6リッターぐらい入るんじゃないのこれ。よし、クーラント OK。 ブレーキフルードも入れておきます。動かせても止まらないの困っちゃいますからね。はい、送ってはい、しゃくってはい、踏んでブレーキフルード使ったから錆びないようにね、フルードを水で流しておきます。すぐ塗装ダメになるから、ブレーキフルード。このぐらいかな。マックス、このぐらいだね。失敗したよ、失敗失敗失敗。まだスカットルコーキング打ってないから水が室内に侵入してきちゃった。あらららら、やっちゃったね。水たまりになってる。ここのね、ステアリングシャフトが通るところとか、この辺とかのコーキング入れてないから全部水がここから入っていきました。チャポンチャポンしてるよ。一応水拭き取ったけど、ちょっと乾ききるまで
しばらくフロアマットは戻さないでおきます。マットも少し乾かしておかないと。よいしょ。ミッションオイルも入れなきゃ。忘れてた。危ない危ない危ない。よいしょ。ここのフィラーを外して、よいしょ。ガソリンも入れなきゃね。開け方がわからない。開いた。よいしょ。はい、ガソリン。ガソリンは廃屋です。一応ケーターハム、海外ではレギュラー仕様らしいんですけど、日本の規格でいうと廃屋みたいですね。日本で外車にレギュラー入れるとエンジンが壊れるらしいです。基本的に日本で乗る外車は全部廃屋入れとけば間違いないみたいですね。よっしゃー、廃屋10リッター入りました。そしたら次はキャブレターにガソリン流さなきゃいけないんで、一回プラグ外してセルでクランキングしていきます。この車燃料ポンプが電磁式じゃなくて機械式だから、セル回さないとガソリンがねキャブレターに送れないんですよ。だからしばらくちょっとセル回してガソリンをキャブレターに送りたいと思います。とりあえずちょっとバッテリーに負担かかっちゃうから、バッテリーチャージャーつないでね。よいしょ。大丈夫よね、忘れ物はないよね。セル回します。回るね、いいねいいね。ガソリン来たかな。まだか、まだ来ないか。キャブレターちゃんとガソリン来ました。ちょっとカメラだと分かりにくいかもしれないですけどね、右側の穴の方、メインジェット外したらちゃんとガソリンが入ってました。そしたら次はキャブレターの油面の高さちょっと測っておきます。ガソリンがどのぐらいこう高さが上がってきてるか。あまりにも高さが違いすぎるとガソリンの吐き出す量が変わってきちゃうから。インジェクターの車はねやる必要ないけど、キャブレターだからね、まずここのセッティングを出さないと。油面の高さはね29ミリが理想らしいです。それよりも高くても低くてもダメらしい。よくわからない。ここで少しだけ補足をしておきます。作業中の映像何やってるかわからない感じになっちゃってたんで、わかりやすいように写真を撮ってきました。キャブレターを上側から覗き込むと、こんな風に穴が2つ開いていて、この中に光って見えるのがガソリンです。このガソリンの高さ、油面の高さを測定しています。ノギスを少しずつ伸ばしていって、ガソリンに触れた瞬間、光の屈折が変わるので、それで深さを調べてます。いやダメだな。目安29なんですけど27だ。一回ばらさないとダメだ。マジか。あと2ミリ足りなかった。そしたら油面を合わせるために上蓋外してフロートの角度を調整します。多分この辺はねバイクも同じはず。そーっとそーっと。これが今外したキャブレターの蓋です。ひっくり返った状態でこのフロート、この高さ、これを調整します。現状ね11.5 ぐらい、12ミリないぐらいなんで、これを13ぐらいに持っていけばちょうどいいかな。このピンを外してフロート救出、フロートのこの根元の部分の高さを変える。これで今13ミリですね。ちょうどいいとこ来たかも。左右のキャブレターが同じような数字になるようにひたすら調整していきます。
ここの調整がちゃんとできていないとガソリンが溢れてきてダダ漏れ状態、いわゆるオーバーフローになってしまったりとか、逆にガソリン足りなくて走ってる最中にガス欠症状を起こしてしまったりとか、かなり重要な部品なんで手を抜かずにきっちりと数字を追い求めました。ちなみにここの調整だけで2時間以上かかってます。油面調整終わりました。すげえ時間かかっちゃった。結局ね、4回ばらして、こっちが 29.5 ミリ、こっちが30ミリで調整が終わりました。ジェットが切り替わった時のラップの具合とか、あとオーバーフローしやすいしにくいとかっていうのがあって、ちょっと余裕を見てね、29から30で調整してあります。多分これで調子よくエンジンかかるんじゃないかな。そしたらあとはエンジンをかけるだけ。とりあえずプラグを戻します。さあ、忘れ物はないはずよね。行ってみましょうか。よいしょ。お願いします。まずはペダルを数回煽って加速ポンプを動かす。このキャブレター、チョークがついてないんで、チョークの代わりに加速ポンプでガソリンの量を増やしてエンジンを始動します。インテークの上側についてる真鍮のポッチみたいなの、これがポンプジェットで、アクセルペダルを開けるとこっからガソリンがブワーって出てきます。こんな感じ。こんな風にしてガソリンの量を増やしてからエンジン始動します。そしてセルを回す。もう一回。ちょっとかかり悪いね。少しアジャストスクリューを広げればいいのか。4分の1ずつちょっと広げてみよう。やったー、無事エンジン始動。サイレンサー入れてないけどマフラーの音めっちゃ静かです。純正の水温計信用してないんで、クーラントに差し込み型の水温計入れてちゃんと温度管理してます。80度で安定してて調子は良さそうです。そして純正の水温計、奇跡的にちゃんと同じ温度を示してました。油圧もちゃんと上がってるし、フューエルも問題なさそう。一応純正の計器類はちゃんと動いてるみたいです。そしたらタイミングライトを使って見ていきます。一番シリンダーにつないで、そしたらほら点滅するから、あとはクランクプーリーで見ていきます。この車の点火タイミングは基準が12度です。エンジンルームにシールが貼ってありました。そして奇跡的になんと12度。特に調整せずにこのままいけそうです。そしたら次はキャブレターの同調を取っていきます。吸気バランスって言ったらいいかな。シリンダー4つあるんで、4つのバランスがちゃんと取れるようにこれ買いました。4連バキュームゲージ。多分この車以外で使うことないかもしれないけど、最初で最後かもしれないけど、このエアクリ外して中のファンネルにね当ててこう不圧を測定するやつもあるけど、あれなんかちょっとコツがいるらしくて、同調を取るのはちょっとテクニックが必要だっていうから、
初心者でも扱いやすい4連ゲージで見ていきます。この後バイクとかやればね、多分使う頻度上がるんでしょうけど、あとキャブ車ケーダハム以外にやることあるのかな。不圧の取り出しはここのネジを外してアダプターをセット。これが一番左。よし、これで OK。おお、ずれてるね。バキュームゲージの使い方が間違っていたので訂正しておきます。本来はエンジンかけた後、ダイヤル回して針がプルプル震えないようにしてから使っていくのが正しい使い方です。そのことをすっかり忘れて、そのままエンジンの調整入っちゃいました。このズレが左右のズレになってるんで、これが同じぐらいになるようにここのネジ調整して合わせます。同じぐらいの振れ幅になりました。これで同調が OK ですね、多分ね。やったことないから分かんないけど、でも全部振れ幅が同じような感じになったから、これで OK だと思います。で、あとはここのアジャストスクリュー、エアーミクスチャーだったかな、これを回してアイドリングのガソリンの混合気の量を調整するネジでバランス取っていきます。で、最初バラした時と同じ設定にはしてあったんですけど、なんか説明書見ると2回転半戻しが標準らしくて、そっからなんか前後に振って調整するのが正しいやり方みたいなんで、1回リセットする意味合いで全部締め込んでから2回転半戻しスタートで調整していきます。締め込んでから1、2半、よし。これでネジを締め込むとバランスが崩れて回転数が上がったり下がったりするんで、高いところに合わせます。同調とエアミクスチャーとバランス取ってこんな感じになりました。最初のよりもだいぶ不圧が強くなってますね。弱くなってんのか、いや強くなってんね。だいぶ不圧が上がってエンジンが調子良さげな音してます。でラジエーターファンも何回か回ってたし、また回った。ラジエーターファンはちゃんと回ってたし、水温計も問題なさそうだったし、エアーもねだいぶ抜けたっぽくてゴボゴボ言わなくなったんで、もうちょっと
ホースもみもみしてエアーちゃんと抜きますけど、これでエンジン周りのメンテナンス調整 OK かな。クーラントを外してリザーブタンクへゴー。 OK。 ラジエーターキャップはもうゴムがねびっくりするぐらいボロボロになってたんで、新しいやつつけてきます。これね国産車用のやつで売られてたんですけど、これサイズが合うってネットに書いてたからこれ買いました。見比べてみたら本当にサイズ一緒、そのままつけれそうです。で試しに他の種類も買ってみたんですけど、結局ねこれだけサイズが合ってたのはこれだけだから、これを買えば間違いないと思います。ただこれ生産終了品です。もう在庫ある分しか販売してないみたいなんで、次ラジエーターキャップ探すの大変かもしれない。とりあえずこれはね Amazon で売ってました。圧力がね0.9 キロなんですよ。純正はね確か 1.1 キロで、沸点がちょっと変わっちゃうんですけど、5度か6度ぐらい変わるのかな。でも言うて120度なんで沸点だから問題はないと思います。今回調整したのはここのアイドリングのやつ、これで同調を取って、でこっちのミクスチャーアイドリングスクリュー回して、アイドリングのねベストなポジションに調整しました。そしてこの横についてる白いキャップのやつ、これもねネジになってて、これも調整できるようになってるんですけど、これはね排ガスの CO と HC の要は空気の量をキャブレターで調整するためのやつなんで、テスター入れてから見ないと、排ガスで一酸化炭素が多いかどうかとかそういうの見ながら調整して、でもう一回こっちの方もちょっと調整してもらってみたいな感じで、車屋さんで後でやってもらいたいと思います。もうここはテスター持ってないといじれないからね。とりあえず現状このままでも全然車は走れるし、調子も良さそうなんで多分問題ないとは思うんですけど、最終チェックは車屋さんでやってもらいます。あとは車が動かせるかどうかかな。今まだジャッキで上がった状態なんで、車を下ろして動かせるかどうか、そこまでやったら今回の動画は終わりかな。よし、それじゃあまずギアがつながってちゃんと動くかどうかだね。この間ジムにやった時ミッションオーバーホール失敗して動かせなくなっちゃったから、とりあえず馬でこう上がってる状態でギアがちゃんとつながるのかどうかチェックします。また下ろして動かせなくなったら嫌だからね。おお動くね。2足3足4足バック。大丈夫そう。ギアはちゃんと抜くことができる。あとは車を下ろして動かせるかやってみましょう。今エンジンかけたら嫌なもの発見してしまいました。っていうか多分ラジエーターキャップ閉めたからだな。キャップつけたから漏れてきちゃってます。ボッタボタ漏れてきちゃってます。これホースがねちょっとフィッティング悪いみたい。後でこれちゃんとつけ直します。今まだ暑いから触れないから、冷めてからもうちょっと収まりいいようにつけ直す。ラジエーター冷めたからホースバンド直します。ホースからの漏れでよかった。はまりが悪かったんだね。これエンジンブロックからの漏れとかだったらもう最悪だよね。斜めになってました。ゴムホースが斜めだった。ケータハム動かせるかやってみます。
多分ジェットの番手合ってないね。はい、ということで今回無事エンジンをかけることができ、ケーターハムを車庫から出すことができました。一発始動できてよかった。ミッションも特に問題なさそうだしね。ちょっとキャブレターがねまだちょっと調子悪いのかな。3000回転4000回転ぐらいまで軽く 30% ぐらいの感じでこうアクセルを吹かすとまだちょっとねパンパンバックファイヤーしてるっぽいし、あと回転落ちてそのまま復帰せずにねストーンってエンジン止まっちゃったりとか、うちに来た時よりかは全然調子いいんですけど、でもまだ本調子っていう感じじゃない。多分ジェットメインじゃなくてスロー系かなか、まあアイドルスクリューとかなんか、まあでもその辺をちょっと変えてあげないとダメかもしれない。まだねセッティング取れてないような感じですね。まだ組まなきゃいけないとこたくさんあるからね。スカットルシーリング入れたりとかヒーターも固定してなかったりとか、まだやらなきゃいけないことはたくさんあるんで、まあそっちを先に進めて、で最後キャブレターのセッティングかな。それまでにちょっと下調べとかしてもう少しこう知識詰め込んでしっかりとできるように頑張りたいと思います。あとマフラーの音量めっちゃ静かになった。このまま走り回ってもそんなに迷惑じゃないぐらいめちゃくちゃ静かだから、まあグラスウール入れ直して正解でした。ほんとねマフラーめっちゃいい音する。ということで今回は無事エンジンを始動することができました。あと4日リアルタイムな時間であと4日で車検取得なので、この後サスペンションとか変えなきゃいけないから超特急で頑張って、イベントに間に合わせたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。